はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、このビルトロックスの 35mm F1.2 のレビューをね、やっていきたいなというふうに思います。こいつは 35mm っていう、日常使いしやすい焦点距離に F1.2 っていう明るさと浅い被写界深度が合わさって、ほんとね、日常のスナップからポートレート撮影まで非常に楽しいレンズとなってます。で今ソニーの E マウントでフルサイズのね AF 対応 35mmF1.2 のレンズって実は空洞化してて、ソニーの純正からも出てないし、サードパーティーでもシグマからね一時期発売されていたんですけれども、現在は生産終了していて、今年のねCP プラスで後継モデルの開発っていうのは、発表されたみたいなんですけど、現時点では多分ねこのビルトロックス F1.2 一択となってると思います。でマニュアルフォーカスレンズであればフォクトレンダーのねノクトンの F1.2 とかがあって、小型でその写りからね非常に人気のレンズかと思うんですけれども、ただやっぱマニュアルフォーカスでポートレートをこうスナップ的にねこうガチピン狙うのってモデルさんがこうちょっと動いただけで本当にねピンとずれちゃって、撮影のテンポが AF レンズと比べるともう本当にね落ちちゃうんですよね。でまたね35mm って個人的には結構難しい画角だと思ってて、その使いやすさとは裏腹にこう目を引く写真っていうのはね、結構な技術が求められるなという感じなんですけど、そこをこのレンズではF1.2 っていう人の目からは大きくかけ離れた被写界深度で切り取ることによって、大きなこう背景ボケと浅い被写界深度でこう手軽にね立体感のある非常にね雰囲気の良い写真や映像を撮ることができます。というわけでね、じゃあ早速こいつのね特徴を見ていきたいなというふうに思います。じゃあまずねこのレンズのサイズ感から見ていくと、最大径が約 89mm、全長が約 121mm、重量が 920g でフィルター径は 77mm となっていて、ソニーの純正 50mmF1.2GM とサイズ感を比べるとこんな感じになってます。シグマのアート F1.2 が重量 1090g っていうのと、ちょっと前に発売されたニコンの 35mmF1.2 が、だいたいね 1060g っていうことを考えると、重すぎるっていうことではないかなと思うんですけれども、でもやっぱりね手に持った感じはそこそこずっしりしてます。でそして最短撮影距離は 0.34 メートル、最大撮影倍率は 0.17 倍ということで、ここに関しては 35mm 単焦点レンズとしては標準的かなというふうには思います。このね焦点距離で、0.34 メートルまで寄れば、テーブルフォトとか、料理、物撮り、あとは近距離のねポートレート撮影でも、十分に対応できるので、実用面で、問題はないかなというふうに思います。そしてオートフォーカスに関してはクワッドハイパー VCM モーターっていうものを、搭載しているらしくてですね、メーカーの謳い文句としては高速かつ精密なオートフォーカス性能を実現ということらしいので、実際にちょっと試してみました。ちなみに、カメラボディはね、僕は α7R5 にくっつけていろいろテストしてます、今回。オートフォーカス速度としてはね、非常に申し分なくて、かなり高速と言っていいんじゃないかなと、体感して思いました。精度についても、迷うっていうようなことはあんまりなくて、狙ったところにね、こうピタッと止まる印象です。ポートレートの撮影でも、瞳にねジャスピンでこう来ることが多かったので、これなら F1.2 でももうバンバン撮っていけるんじゃないかなというふうに思いますね。で次に写りに関してなんですけど、開放時に中央部分を見てみると、これはねもう本当全く問題ありません。このレンズ驚くのは、開放時点からもね周辺部が結構シャープなんですよ。これは完全に僕の勝手な先入観なんですけど、こういったサードパーティーレンズの一芸に特化してるやつって、結構特に開放とかの写りはね、甘いのかななんていう風に勝手に思ってたんですけど、こいつはねそんなこともなく非常にシャープな描写で、これはちょっと驚きましたね。そしてねやっぱり F1.2 ってなると暗所での撮影は非常に強いですね。日の当たらない時間帯で室内でもねこう ISO を抑えて綺麗に撮影できることはもちろん、夜のポートレート撮影でも活躍します。こんなね結構暗い細い路地裏とかでも、ISO とかあとはシャッタースピードね抑えて手ぶれもなくねほんと撮影することができます。
少しね、ほんと顔を照らせるような、ちょっとした光源を探して撮れば、背景ボケもね、非常に大きく、かなりムーディーな雰囲気の写真が、こいつだったら撮れるんじゃないかなというふうに思います。で、前ボケ、後ろボケに関してもね、これ非常に滑らかで、玉ボケを見てもね、ちょっと縁にね、色収差は出るかなっていう感じはあるんですけれども、ただ、玉ボケ自体は、玉ねぎボケとか、そういったこともなくね、非常に綺麗かなというふうに思いました。次に色収差とフレア、ゴーストをね、一気に見ていきたいなと思うんですけど、まずね、色収差に関しては、パープルフリンジは、見られるんですけれども、これも簡単に補正できるレベルなのかなということで、そこまで極端に気にする必要はないかなと思います。で、フレアゴーストに関してはね、これかなり優秀で、ほんとね、程よく抑えられていると思います。これだったら、逆光での撮影もかなりね、使える気がしますね。全然なんか嫌な感じはしないです。そして、ボディ部分には、フォーカスリングと絞りリングがあって、絞りリングにはですね、クリック、切り替えスイッチがついてます。で、AF、MF の切り替えスイッチと、あとはね、カスタマイズ可能な2つのファンクションボタンがあって、ここにこうやってね、絞りとか焦点距離を表示するモニターがついてます。あと、ここにね、USB のポートがあって、この後紹介するアプリを介したカスタマイズだったり、ファームウェアアップデート時の外部電源をここから取ることができるようになってます。で、カスタマイズに関しては、このレンズをビルトロックスレンズっていうアプリと Bluetooth で接続することでカスタマイズすることができてね、ファームウェアのアップデートを行ったり、あとは起動時にね、ここのモニターに映るスプラッシュスクリーンに、写真を表示したり、テキストをね、カスタマイズするなんていったこともできます。とりあえず僕は可愛いうちの娘の写真がね、起動時ここに表示されるようにしておきました。他にはね、アクションボタンのカスタマイズもできるんですけれども、選べるオプションはぶっちゃけそこまで多くなくて、デフォルトでは焦点距離を2つメモリーする機能が割り当てられていて、このね、F2 を押して、このポイント A とポイント B を切り替えて、で、この F1 を押すことによって、そのね、焦点距離をメモリーするといったようなことができます。で、現時点では、このね、ポイント A とポイント B を切り替えたときには、ピントがもう一瞬でパッパッと切り替わるような形になっているので、動画でね、手前から奥に向かってじわーっとピントを送っていくみたいなことは、残念ながら現時点ではできないみたいですね。正直、これらのカスタマイズ機能は、あってもなくてもいいかなというか、もう少しちょっと実用性のある機能が盛り込まれてればよかったなっていうふうには思うんですけれども、でもやっぱりそれがアップデートできるっていうのが、こいつの特徴でもあると思うので、今後にね、そこは期待かなというふうに思いました。そしてね、お値段なんですけれども、日本国内の価格では、16万4899円ということで、正直ね、F1.2 で AF 対応のフルサイズレンズとしてはね、結構お手頃価格なのかなというふうに思いますね。参考までに発売されたばかりのニコンの 35mm F1.2 のお値段はというと、あれがね、だいたい40万円ぐらい。で、4年前に出たソニーの 50mmF1.2 が、今だいたい30万弱、26、7万とかで多分買えると思うので、それを考えると結構ね、お手頃価格なんじゃないかなというふうにやっぱり思いますね、こいつは。はい。というわけで、最後にね、僕の感想をまとめると、いやね、この価格で F1.2 の写りをオートフォーカスで楽しめるっていうのは、いや、正直ね、かなり良かったですよ。やっぱりね、F 値が F1.4 を下回ってくると、作品撮りの意欲が湧くのと同時に、日常をね、非日常の写りに変えてくれるので、ほんとね、撮ってて楽しいレンズかなというふうに思いました。個人的にはね、サードパーティー製のレンズって、もっとね、味のある描写を期待してたんですけれども、思いのほかね、やっぱりこれシャープに映るので、そこは、いい意味でね、裏切られました。ただ、一部やっぱり純正レンズではできるね、DMF とかっていったような補助機能が使えないっていう部分もあるので、やっぱりね、ちょっと先ほども触れたように、もう少しカスタマイズ機能でそのあたりを補えるとよかったかなと思ったんですが、そのあたりはですね、今後のアップデートに期待ということですね。総合的に見てね、十分にこいつは僕おすすめできるレンズだなというふうに思いました。
特に僕もそうなんですけど、ニコンの 35mmF1.2 のレンズで撮られた写真っていうのをこう SNS とかでね見て、いいなみたいなね、っていう風に思ってたソニー勢には本当にね雰囲気に近づけられる楽しめる一本なんじゃないかなという風に思います。はい、というわけでね、本日はこのビルトロックス 35mmF1.2 の紹介でございました。というわけでね、皆さんそれではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。